When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、ミカです。今日はブランド風ネイルということでティファニー風ネイルをやっていきたいと思います。はい、こちらのネイルデザインなんですけども、ティファニーの色とねリボンをちょっと見立ててやってみました。で、今日の動画の中でリボンの 3D の作り方というのも皆さんに一緒にお伝えできるかなと思いますので、3D ネイルに挑戦してみたかったという方はぜひ動画を参考にやってみてください。はい、で動画の中で使用したアイテムレティジアやフォラブを使っているんですけども、こちらの商品の URL とか公式楽天ショップは動画の詳細部分に載せておきます。気になるものがあればぜひチェックしてみてください。それでは早速動画でやり方紹介していきましょう。どうぞ。では用意するものを紹介します。用意するもの、まずは100円ショップセリアで売られているカラージェルのミント、そしてレティジアのノンワイプトップジェルを今日は使います。続いてレティジアの姉妹ブランドポラブから出ているホワイトのカラーパウダーです。ホワイトのカラーパウダーと、で同じくポラブのアクリルリキッドで、このアクリルリキッドはこういうガラス製の脱ペンディッシュに、必要な分だけ入れておきます。そしてスカルプ用のブラシ、私は15サイズを使っていますが、ちょっと今日の細かい作業が大きいブラシだとやりにくいなという方は、もっと小さい 3D 用のブラシというのも売られていたりしますので、そちらを使ってみてください。で、ジェルネイル用のブラシとスカルプ用のブラシというのは使用されている毛の質とか毛の量とかっていうのももう形も全部違いますので、ジェルネイル用のブラシでスカルプは扱えないので、必ずスカルプ用のブラシというのを用意してください。はい、あとはキッチンペーパーですね。アクリルをするときはブラシを拭いたりとかするためにキッチンペーパーというのを近くに置いておいてください。それでは早速やっていきましょう。ということで、こちらはもうミントを塗ってライトで硬化した後の状態になります。今日はちょっと 3D をメインでお伝えしたいなと思いましたので、こちらを一色塗りするというところは省かさせていただきました。ではやっていきます。まずはパウダーとリキッドを用意して、まずはこういう感じで斜めにクロスしたリボンを作って、その真ん中にリボンを結ばれたリボンを作っていきたいと思います。なので、先にこの長細い方のリボンというのを作っていきます。で、このリボンを作るポイントなんですけども、ブラシの側面を使ってちょっとこういう感じでちょっと長細いミクスチャーを取ってもらって、で、私はもうこの段階でこうやってミクスチャーを置いてしまいます。で、余分なものはキッチンペーパーで拭き取る。そしたらこのようにブラシの側面を使ってこのリボンの太さというのを均一に、そして厚みもね整えていきます。厚みを整えるときは優しくトントントンって叩くようにして整えます。この厚みがバラバラだと本当にデコボコした感じになってしまいますので、必ず厚みは均一に整えましょう。トントンで、先端はちょっとこのネイルにね沿う感じで薄く、先端というかこの端っこですね、薄くネイルに沿わせてあげます。ではこっちのクロスも作っていきます。で、こっちのクロスの方は長細くせずに厚みと太さを先ほどと同じに整えます。こんな感じですかね。はい、ではこっちも続けるように。ちょっとやりやすいように持ち上げちゃってピントがずれて申し訳ないんですけど、こんな感じですね。はい、ということでクロスできました。ではここにねリボンを作っていきます。まずはこのリボンの上の部分を作ります。
このようにミクスチャーを取ったらポンと置いて、でちょっとね薄く広げておきます。こんな感じでこの三角形みたいなものを作ります。でこの中心の方を少し薄くして、でこの端っこっていうのをちょっとね下にブラシを滑り込ませて浮き上がらせておきます。で押して薄くして端に寄せてちょっと浮き上がらせると、ちょっと見えにくいんですけど、横から見るとこんな感じになります。ちょっと見えるかな、こういう感じ、キュッと上に上がる感じですね。はい、そしたら今度はさっきよりもちょっと少なめにパウダーを取って、さっきよりも少なめに取ったらここにかぶせてつなげるように、わかりますかね、乗せていきます。この説明難しいのでちょっと動画を繰り返し見ながらどういう風にしているかっていうのを皆さんも捉えていただきたいんですが、あとね次もう一つ作る時また別の角度でも紹介するので、こうすることですごい立体感のあるリボンっていうのを作ることができます。で真ん中はちょっとこう彫るようにしてあげる。はい、こんな感じですね。いろんな角度で見せるとこういう感じになってます。はい、では反対側も作っていきます。三角みたいな形にして中心を薄くして端っこ分厚くしてちょっとブラシを滑り込ませて上に上げる。でまた中心から薄くして端に寄せて、でブラシで少し上に上げる。そしたらさっきよりもちょっと少なめにリキッドをつけて、ちょっと小さめのミクスチャーを取って、でさっきのこの端っこにチュンとこう上げたところにくっつけていく感じです。ちょっとなじませてくっつけてあげて、はい、くっつけました。そしたらこの中心っていうところをくぼみを作る。で立体感を出します。でトントントンとちょっと表面を押さえて、そしたらこの中心に小さなミクスチャーを取って、はい、リボンのこの真ん中の部分を作ります。こんな感じですね。そしたらこの下に、またリボンを作っていきます。でこれは一番最初のリボンの作り方と要領一緒です。要領一緒なんですけど、先端だけちょっとねこうやって2つにパキッと開けてあげます。でちょっと尖らせる。も同じように、はい、こんな感じですね。できたらノンワイプタップジェルを塗っていきます。ノンワイプタップジェルはちょっと薄めにね塗ってもらったらいいかなと思います。あんまりこうたっぷりポテッと塗りすぎるとこの細かいくぼみとかっていうのがなかなか見えなくなってきますので、ちょっと薄めに塗っていきます。でノンワイプトップジェルを使って全体をしっかりコーティングすることができたら、ライトに入れて硬化します。硬化することができたら、はい、ということで完成です。いかがですか？ティファニーネイルできました。リボンのやり方分かっていただけましたでしょうか？いろんなリボンの作り方がありますので、他にもねたくさんやり方はあるので、皆さん自分の好きな作り方で作ってもらったらいいと思うんですけども、今日はこのなんていうんですかね、リボンのぷくっと重なって立体感がある感じに作る時の私のやり方というのを皆さんに紹介しました。
ちなみにね、こちらも同じようにリボン作って、で真ん中にパーツグルージェルでパーツをピタッと留めた感じになります。全部これだと重いなという方はこう3本ぐらいこういうフレンチにして1本2本ぐらいリボンを作ったりっていうのも可愛いと思います。あとはフットネイルにして親指だけ頑張ってリボンを作って、で他の指はもうこのミントですねで一色塗りとかでも全然可愛いと思います。もちろん手もね1本だけ頑張って残り一色塗りとかでも全然いいと思います。ということで少しでも参考になればすごく嬉しいです。でスカルプとか 3D とかってなかなかセルフで始めるのに勇気がいるというか難しそうだなと思うんですが、できるとできないとで全然違います。やっぱりできた方がいろんなデザインに挑戦できますし、あともしお店をオープンするってなった時とかもこう 3D に対応できるお店になったりとか、あとはサロンで働きたいなという方も 3D ができた方がやっぱり受けが良かったりとかしますので、ぜひぜひ練習してみてください。ちなみにポラブのアクリルシリーズは初心者の方、セルフの方でも扱いやすいように固まるスピードがね結構遅くなってます。ゆっくり固まりますのでやりやすいかなと思います。他のメーカーさんでもいいんですけど、コンペ用とかだと早く固まってしまうのでなかなかこういうリボンをゆっくり作ったりとか長さを左手で作ったりっていうのができないと思うので、一度よかったらポラブ使ってみてください。それでは以上でティファニー風ネイル 3D リボンのやり方でした。はい、皆さんいかがでしたか？今日のデザイン良かったよとか、もっとブランド風ネイル見たいと思ってくださったら、ぜひグッドボタンやチャンネル登録、そしてコメントでリクエストもお待ちしております。はい、で、今日のティファニー風ネイル、またね私のインスタグラムでも写真を載せたいなと思っていますので、写真を見ながらゆっくり真似したいという方はぜひインスタグラムをチェックしてみてください。ネイルの写真やその他いろんなプライベートの写真とかもちょこちょこアップしております。で、夏休みとかねお盆休みとかそういうお休みの期間になってきましたので、いつもは週末にだいたい動画をアップしているだけなんですけども、もう少し更新頻度をアップしてたくさん皆さんにネイル動画をお届けできたらなと思っております。はい、でそのインスタグラムとかツイッターで新しい動画をアップしたら告知しているので、ぜひフォローしていただきたいのと、あとは YouTube のチャンネル登録のボタンの横にあるベルマークがあると思うんですけども、そこの通知をねこうやってリンリンってなってるマークにしていただけるとオンになっているということなので、ぜひぜひ通知をオンにして新しい動画を待っていてくれると嬉しいです。それでは今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。